皆さんこんにちは。こちらはパイオニア PD-HL5 です。発売は1998年。当時の価格は65,000円でした。ハイビットレガートリンクコンバージョンを搭載しています。レガートリンクコンバージョンは CD でカットされた 20kHz 以上の信号を再生成する仕組みとして有名ですが、それが働く様子は誰も見たことがありません。今回は今まで謎だったレガートリンクコンバージョンの実際の性能を明らかにします。このモデルの主なスペックは次の通りです。ターンテーブルメカはレコードのイメージで CD を操作できるパイオニア独自のユニークな機構です。24ビットに対応した DAC を搭載しています。これにより 100dB 以上のダイナミックレンジを実現しています。ハイビットレガートリンクコンバージョンのハイビットというのは16ビットの情報を24ビットに拡張する機能です。レガートリンクコンバージョンは過聴域の信号をもとにノイズを追加する仕組みのようですが、詳しいことは今も不明です。前回はこのプレイヤーを分解して中身を観察しました。今回はこのプレイヤーを測定してレガートリンクコンバージョンの実際の性能を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。周波数特性は基本的にフラットです。このプレイヤーには音色がありません。ただし広域が 20kHz の少し手前からなだらかに落ちています。広域のなだらかな減衰はインパルス応答のリンギングが少ないことを意味します。この様子を後で確認します。歪みを見ていきます。CDP-101 は最初の CD プレイヤーです。最初のプレイヤーより性能が良くなっていますが、大差ありません。CD プレイヤーの歪みはどのモデルもだいたい同じくらいです。点線は生データの歪みです。生データは階段波形です。CD の歪みは階段のギザギザ波形が元になっています。これを改善すると歪みが減りますが、生データより小さくなるものは今のところ確認できていません。こちらは CD のフルスケールを 1W で再生した時の歪みです。CD の歪みはアンプのノイズより少ないことがわかります。16ビットは階段波形だと言っても耳には聞こえない十分な細かさです。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。フォーマットの限界まで線から大きく外れません。今までで一番良い結果です。これはハイビットの効果でしょう。こちらは出力インピダンスです。低域がほぼまっすぐで値も問題ありません。どんなアンプにつないでも問題なく信号を伝えることができます。それではお待ちかね、レガートリンクコンバージョンの効果を見ていきます。こちらはホワイトノイズを再生した結果です。CD は原理的に 22kHz から先の信号がありませんが、何か出ていますね。これがレガートリンクの効果でしょうか。F 分の1特性が関係する様子は見当たりません。もしかしたら初期のレガートリンクと仕組みが変わったのかもしれません。
制限波のスイープで見ていきます。22kHz を対象に雑音が出ています。これが先ほど見た 20kHz を超える信号の正体でした。このような雑音は通常デジタル処理でカットしますが、レガートリンクではそれをあえて残す仕組みのようです。固定の周波数を使って見ていきます。対象に雑音が乗るだけで過聴域にもともとない信号が追加されることはありません。振幅依存性をチェックします。基本波に連動して雑音が上下するだけです。振幅に応じて何かするわけでもないようです。レガートリンクは雑音を作りますが、常に 20kHz を超えるので耳に聞こえません。過聴域の特性に影響しない無害な仕組みです。最後にインパルス応答を確認します。リンギングの少ない綺麗な形をしています。レガートリンクが実現したかったのは、リンギングの少ないインパルス応答だったかもしれません。このプレイヤーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽データそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は今回のプレイヤーの音です。ターンテーブルメカは音がいいのか、CD でカットされた広域を雑音で補うと音が自然になるのか、今回は答えを伏せてお聞きいただきます。それではどうぞ。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。
いかがでしたでしょう。何か音の特徴が分かった方はどんな感じだったかお聞かせください。以上の結果をまとめると次の通りです。失われた信号を再現しようとする仕組みは大抵の場合余計なことをしますが、ハイビットレガートリンクは過聴域の外にノイズを付け足すだけの無害な仕組みです。ハイビットにはメリットがあります。この機能のおかげで CD のフォーマット限界までリニアに再生できる性能を獲得しています。ターンテーブルメカにしろ VRDS にしろ CD の読み取りに関係するあらゆる工夫は音に関係しません。この部分に求められるのは操作感です。ターンテーブルメカはレコードに似た再生の儀式を CD で演出することに成功しています。この仕組みはパイオニアの CD プレイヤーに高い商品価値を与えています。このメカはペラペラのプラスチックトレイとは違って音楽を聴くための心構えを自然に与えてくれます。これはタップ一つで音が出る仕組みでは決して得られない体験です。ターンテーブルメカはパイオニアが生み出した再生機構の傑作です。これは CD を取り出して音楽を聴くという作業を音楽を聴く楽しみの一部にできる数少ないメカニズムです。ご視聴ありがとうございました。